私の名前はさやか。27歳の主婦だ。夫の翔馬とは2年前に知り合い、1年間のお付き合いを経て結婚。結婚するまではまさか、夫があんな人だったなんて想像すらつかなかった。それは結婚してからすぐの出来事。私たちは同棲なしで結婚したため、まだお互いの生活リズムや細かい価値観などがよくわかっていない。だから少しずつ理解し合えばいいと私は思っていた。朝ごはんできたけど食べる？そう言って起きてきた夫に声をかけたのだが、ああ、俺朝は食べないから。悪いけど、お前が食べるか捨てるかして処理しといて。と言われたのだ。なんだか胸が痛む。食べないというだけの情報なら、そっかって終わるのだが、捨てるとか処理とか言われるとすごく嫌な気分。だが、これを言ってお互い気まずくなるのは嫌だし、夫もそんなつもりではなかったのだろうと自分に言い聞かせた。だが、その日の夜にもある事件が。私は専業主婦をしており、夫が帰宅する19時頃には出来たての夕飯を出せるようにしていた。だが、19時を過ぎてからしばらくして夫から、ああ、言い忘れてたんだけど、今日飲み会なんだわ。飯いらねえから作らなくていいよ。という電話が。食卓にはすでにおかずや副菜など数種類の料理ができていて、あとはご飯を出すだけという状態。私はがっくりしてため息をこぼした。さすがに朝もあんなことがあったため、メンタル的にも来るものがあり、正直に気持ちを伝えることに。その飲み会ってもう始まってる感じだよね。せめて会社を出る時とかお店に向かう前とか、なるべく早く連絡してくれたら助かった。少しトゲのある言い方とは思ったものの、若干イライラしていたため、言葉を選ばずストレートに伝える私。だが、夫はそれが気に入らなかったよう。あ？俺のタイミングで伝えたことがそんなに不満かよ。19時帰宅予定だったから、今かけたって問題ないだろ。この人は自炊をしたことがないのだろうか。19時に帰宅したら一瞬でご飯がポンと出てくるものと考えているなら恐ろしい。こちらにだって支度という前段階があるというのに。すると私の心境を読んだのか、言い訳にも取れることを言い始めた。実家にいた時は、こうやって母さんに伝えても何も言われなかったし、お前が神経質なんじゃね？どうせプロの料理人でもないし、お前の料理なんてただなんだから、最悪破棄したらいい話。それだけ言い、一方的に電話を切る夫。夫からしたら、妻が作る料理は、お店と違って食事代を請求されることもないし、捨てたって何の罪悪感もないのだろう。なんだか家事をして当たり前と思われている気がして、また胸がチクリと痛んだ。それからだ。私たち夫婦の間に見えない壁ができてしまったのは。専業主婦の私はまだ子供もいない身なので、日中時間があっていいなぁと嫌味を言われる。働かなくても生活できるなんてどこの貴族令嬢だとも。次第に夫のストレスのはけ口としてサンドバッグにされるようになり、最初は文句を言われるだけだったが、最近は暴力も。そのせいで私はどんどん精神がすり減っていき、肉体的にもいろいろと限界が来ていた。そして夫と結婚してから半年ほどで耐えられない痛みに襲われ、病院を受診。精密検査までさせられた結果、あばら骨にひびが入っていると言われた。おそらく夫から何度も激しく殴られた結果だろう。まさかこんなことになっているだなんて思ってもみなかった。しかし、この事実が私の心を余計に蝕むことに。夫を見たらいつか包丁で刺されるのではないかとか、内臓を売れと言われるのではないかと思うようになってしまったのだ。そんな恐ろしい思考をしたまま、まともな生活が送れるはずない。結局、あばら骨を骨折していると診断されてから、たった1ヶ月で、私は心療内科で治療を受ける羽目になった。
当然、私がこんな状態になっているのを夫が知らないわけがないのだ。だから、お前のせいで俺は何度も病院から呼び出し受けてるんだぞ。世間体も悪いし、警察なんかが介入してきたら面倒だから、絶対言うなよ。な。と怖い顔をして迫られたら首を縦に振るしかない。そして夫はこの状況を利用して堂々と不倫をするようになったのだ。私が家にいても関係なしに浮気相手の女性を連れ込む。相手女性には結婚している事実を隠しているようで、私の部屋には外から鍵をかけ、一切の物音を立てるなと命令した。そして夫は隣の部屋であえてそういう行為をする。一体私は何を見せられているのだろうか。そんなことを思いながら、ほぼ毎日屈辱に耐える日々を過ごしていた。だが、結婚してから1年が経とうとしていたある時、私が病院から帰ると、机の上に置いてある1枚の紙が目に入る。緑色に縁取られたその離婚届の夫の欄には、雑な字で署名がしてあり、それだけが全てを物語っていた。ああ、捨てられたんだ。よく見ると、夫のものは全てなくなっており、私はへなへなとその場に崩れ落ち、そう思ったのだ。結局夫は例の若い浮気相手の女性と蒸発。もう頭の中がぐちゃぐちゃになってしまった私は、こぼれる涙を拭くこともせず、自分の欄にも署名して役所に離婚届を提出しに行く。すると、住民課に勤務している友人が私を見てぎょっとした。さやか？あんたどうしたのよ、その格好。最初何を言っているのかわからなかったが、言われて自分の今の姿を見ると、ひどいありさまだったことに気がつく。顔は泣きすぎで目元が真っ赤に腫れ上がり、鼻水も出ていてぐちょぐちょ。来る途中にこけてしまったので、服には砂がついているし、膝もすりむいていたのか赤い血が滲んでいる。そして隠そうともせず手に握られている離婚届。さすがに異常事態だと察した友人は、気を使って人目につかない別室へと通して訳を聞いてくれた。いやいや、それ普通の離婚じゃないからね。浮気して荷物もないし、自分で署名してるあたり、旦那さんに離婚の意思はあるとしても、そのまま逃げるのはさやかが不憫すぎるよ。友人は私以上に怒っている様子。一通り話をした後、私にもはっきりと離婚の意思があることを確認して、ひとまず離婚届は受理してくれた。そして友人は上司に許可を取って私と共に向かいの警察署へ。そこで初めて私は夫から受けた DV のすべてをさらけ出す。警察はすぐにでも夫を探して事情聴取をすると言い出したが、私が止めた。やめてください。そんなことしたら夫から殺され。最後の方は恐怖心からガクガクと震えてまともに言葉を発していなかったと思う。私が心療内科に通っていて、今はまともに話ができる状態でないと警察も判断。ひとまずは実の家族に保護してもらうことを最優先にしようということで話がついたそう。警察から連絡を受けた実母がその日のうちにわざわざ飛行機に乗ってまでして私の元へ来てくれたのだ。私は母を見た安堵から少しだけ落ち着き、お母さん、当日の航空券って高かったでしょ？なんてのんきなことを聞くと、母は、さやかの命より大切なものなんてないでしょうが。と泣きながら叱ってきたが、私を抱きしめる腕はとても優しく、そして温かかった。結果的に私は療養という形で実家に戻り、今後の治療は実家近くの大学病院で継続することに。もちろん DV の件を含めて慰謝料を請求できるのだが、私の精神状態が不安定な今は、下手に元夫のことをほじくり返すのはやめようと、父たちも母の意見に同意。そのおかげで私は実家と病院で心置きなく治療に専念することができたのだ。そして
元夫と離婚してから早半年が経過。実家で久しぶりに羽を伸ばして、恐怖や屈辱心などから解放された私は、だいぶ調子が良くなっていた。新しい担当医も前の医師より優しい人で、私にとても親身になって寄り添ってくれている。そういう環境にも恵まれ、もうだいぶ立ち直っていた。ただ、元夫のことは今でもトラウマで忘れることはできない。一時、元夫と浮気相手の女性が浮気をしている証拠となる写真を見つけて発狂。そして私が写真を消去しようとしたとき、姉に見つかって止められ、こう言われた。今は辛いけど、さやかが良くなったら、あいつに絶対やり返すんでしょ？これはその時に使うための武器なの。絶対手放したらダメ。そう言われたため、私はずっと元夫たちの浮気を決定づける証拠を持っていたのだ。浮気や DV に関する慰謝料を請求できる時効は知ってから3年。まだまだ猶予があるため、私はもう少し自分が回復してから元夫たちに制裁を下そうと考えていた。そして元夫と離婚してから2年後の現在。30歳になった私はあの時のトラウマを乗り越えて、今はもうすっかり元気になっていた。実は離婚して半年経っていた時点で私は起業し、会社の社長に。もともと結婚する前まではゲーム関係の仕事をしていたこともあり、それを活かして配信型のゲームを作って世に放ったのだ。これはあくまでも趣味の程度。すると、とある有名なゲーム実況系の動画配信者の目に留まり、それがきっかけで私のゲームが大ヒット。基本的には無料でできるゲームだったのだが、他にも新作をリリースすると常に検索上位になるほど。それを知った姉が会社を立ち上げて本格的なゲーム会社を作ったらいいのではないかといったことが会社設立までの経緯だ。そこからは人を雇ってシナリオ担当、プログラミング担当、広報担当などそれぞれ担当者を決めて2年後の今は数十人の社員を抱えるようになっていた。大手のゲーム会社に比べたら当然知名度も規模も劣る。しかしこれからはもっと上を目指せると思い、従業員たちと共に奮闘している最中に事件が起こった。突然私の住むアパートに元夫が押しかけてくるという事態に見舞われる。実は数ヶ月前に実家を出て、オフィス近くに部屋を借りて新生活をスタートさせていたのだ。いつまでも家族に甘えっきりになるわけにもいかないし、私も自立をしたかったから。なのに、引っ越して数ヶ月で、まさか元夫と顔を合わせることになるなんて、何かの呪いだろうか。本気でそう思った瞬間だ。何の用ですか？私はドアに鍵をかけ、チェーンなどもつけて、厳重警戒状態で元夫への対応に当たる。すると元夫はヘラヘラした態度のままこう言った。久しぶりに会った元夫にかける言葉じゃないだろ、それ。まあいいや。お前に支払ってもらわなきゃならんものがあってさ。そう言いながら、郵便受けに何か紙を押し込んでくる。恐る恐る確認すると、1億円払えと書いてあった。留守ならこれ入れてから去ろうと思ってたけど、いたから直接渡すわ。そこに書いてあるの。俺の銀行口座だから、月末までに振り込んどいて。こいつは何を言ってるんだ。そんな言葉が喉元まで押し上がってくる感覚があったが、ぐっとこらえる。1億もの大金をどうしてあなたに支払わなければならないの？私がそう聞くと、元夫は、お前を養ってあげた時にかかった費用だよ。だから、お前に使った1億円、できることなら今すぐ耳揃えて返せ。相変わらず笑いを含んだ声で言ってくる元夫だが、脅しのつもりなのだろうか。私があの時のまま何も変わっていないと思ってそういう態度をとっているなら大間違い。そう思うと
もうおかしくておかしくて、笑いを耐えることができなかった。あははは。そんなこと言って大丈夫？どういう計算したら1億になるか理解に苦しむんだけど、まさか四則演算できないとか？私が挑発してそう言うと、急に元夫は黙りこくった。おそらく私に今までそんな風に馬鹿にされたことがなくて驚いているのだろう。しかしすぐに怒り出して、おい、てめえ、誰に向かってそんな口聞いてんのか分かってんだろうな。なんてことを言いながら、アパートのドアをガンガン蹴り、ドアノブをガチャガチャやって中に入ろうとしている。やめてくれる？ここのアパートには他の人も住んでるから迷惑でしょ？何でもかんでも暴力や暴言でねじ伏せようとしている性格は相変わらずなのね。私が冷めた態度でそう言うも、無視してドアを無理やり開けようとする元夫。すると遠くの方からパトカーのサイレンが聞こえてきた。さすがに外にいる元夫にもそれは聞こえており、私に何か余計なことをしたのかと聞いてくる。当然だろう。家の前に不審者がいるのに通報しない人なんていない。案の定、元夫は逃走したものの、パトカーにで追跡されてあっという間に捕まり、警察から連行しますという連絡をもらった。警察に注意されたらおとなしくなるだろうと考えていたのだが、甘かったことに気づかされる。私がダメなら実家や職場に押しかけたらいいと思ったのだろう。姉からは、さやかを出せって言われたと連絡があり、職場の社員からも、変な人が社長がいないかってしつこく聞いてきて、という報告を受けるようになった。うちを知っていた時点でそうなのだろうが、夫はどこからか私の個人情報を入手し、今こういう嫌がらせをしているのかもしれない。そうとしか考えられなかった。元夫は電話番号を変えていなかったようなので、電話で二度と近づくな。次やったらまた警察に通報すると言ったのだが、元夫は無視。もうそこで私は我慢の限界を迎えてしまった。この人のせいで私は一時期ひどい人生を送ることとなり、そこから抜け出して幸せになろうとしているのをなぜまた邪魔されないといけないのか。いな、そのようなことは絶対に許されない。あちらがそのつもりなら徹底的に制裁を下してやろうという思いが固まった瞬間だった。私は元夫に話があると言って呼び出したのだが、同席している弁護士を見てぎょっとしている。元夫は固まって動かないが、私は淡々と話を進めた。あの時は堂々と浮気の証拠を残してくれてどうもありがとう。それから医師の診断書や警察への相談も事実としてあるから、DV の件も含めてこれだけ慰謝料、耳揃えてきっちり支払ってね。私がピクリとも笑わずに伝えると、夫は後ずさる。今は起業しているから十分にお金もあるから、こういった問題に強い有名な弁護士まで雇った。一方で元夫は私をストーカーしてお金をせびるくらいだ。きっと経済的に不安なところがあるのだろう。だが、あれだけ私を地獄に突き落としておいて何にもお咎めなしはおかしい。精神的にも安定している今なら、元夫と裁判をしてでも争う気力は十分にあった。支払わないというならそれで結構。こちらも法的手段に出ます。調べたところ、あなたは今、例の浮気相手の女性と結婚なさって、お子さんもいるんですよね。家庭を壊すつもりはないし、あなたもそうなら、きっちりお金を払って落とし前つけてください。私がそうやって一方的に条件を伝えて、その日の話し合いは終わった。元夫も家庭があるという状況から下手なことはせず、支払いに応じるという。だが、慰謝料を一括で支払ってもらった日の夜、とんでもない愚行に元夫は走ったのだ。お前がいなくなりゃ、俺の金は返ってくるよな。お前のせいで俺は全部失う羽目になったじゃないか。そう言って夜道、いきなり鈍器で殴ってきた。私は意識を失って倒れ、次に気づいた時は病院。
幸い命に別状はなく、元夫も様々な罪名がついて逮捕された。これは傷害というレベルではなく、立派な未遂事件だから。さらに過去を遡って DV の件でも再逮捕され、元夫はおそらく有罪になるだろう。ただ、どうしてこんなことになってしまったのかというと、心当たりがある。実は私、この事件が起きる数日前に、元夫の奥さんに会いに行っていたのだ。当時の状況や元夫の職場の人の証言からも、奥さんが浮気相手にされていることは知らない、ある種の被害者であることは分かっている。だが、本人がその事実を知った際、どういう反応に出るかで、最終的に判断しようと思っていたのだ。だから私の身に起きたことや、あの時上がっていた家の隣の部屋で私は閉じ込められ、生々しい行為のやりとりを聞かされていたことを話す。それを聞いた奥さんはショックのあまり一瞬意識を失った。やはり本当に知らなかったのだろう。だから奥さんには慰謝料を請求しない代わりにアドバイスしておいた。今のうちに離婚して養育費ももらう約束をした方がいいと。そして今は優しくてもいつ表変して子供に手を挙げるかわからないと囁く。すると奥さんはすぐに離婚届を置いて子供を連れて実家へと帰ったそうだ。まさしく自分がしたことを今の奥さんにされて元夫は屈辱的だったに違いない。それがトリガーとなり私を殴ったのだと考えた。元夫は裁判の結果、前科がないことや、裁判中は反省の色を見せているということで、執行猶予付きの有罪判決が下ることに。これについて、うちの家族は実刑じゃないと抗議していたが、私はある意味、執行猶予がついて出てくる方が辛いだろうと考えている。実刑判決が下れば、すぐに刑務所行きなので、そこで衣食住は保証されるし、借金返済に数年は終われない。だから、あえて逮捕されることを望む人がいるという実態があるくらいだ。だったら、執行猶予がついて、外で社会生活を送る方が、元夫にとってはかえってしんどいだろう。なんせ、私へ数百万以上の慰謝料を払ったのに、元奥さんとの子にも養育費を支払わなければならないから。当然、会社はクビになり、今は新しい職場をいくつも掛け持ちして、朝夕問わず働いているらしい。それでも、慰謝料や養育費のために借りた借金は減らず、闇金にまで手を出したそうだ。今は闇金の利息を払うので精一杯だそうで、職場の人からも敬遠されて、元夫は一人ぼっちに。もちろん誰も手を差し伸べてくれる親族や友人もおらず、悲しい末路をたどることになったそうだ。私はというと、元夫のトラウマを乗り越え、40歳になった今は、子供と新しい夫と3人暮らし。もちろん会社もどんどん成長して、飛ぶ鳥を落とす勢いだ。人生はいくらでも自分の努力と気力の持ち方で変わるのだと思った出来事だった。